と残念。楽しかったな。なっちゃったな。もう一回やろう。本当に終わりが来ますね、ちゃんと。何でも。本当に11年間ありがとうございました。今から表彰式の方始めたいと思います。はい、それではまず周防賞ですね。鈴木真也さん、リトルダンです。すごく質感が、特にソファーだったりとかサテンの生地の質感だったりとか、あともちろんフィギュアは当然ながらすごく目を引いたので、特に僕はどのキットを塗る時もやっぱ質感の差っていうのをすごく気にしてて、その評価してもらえたっていうのがすごく嬉しいのと、あとナゴモで賞を取るのがすごく目標だったので、それが実現できてすごく嬉しいです。ありがとうございます。続きまして直木賞です。金太郎さんですね。回転するツーラーです。直樹さんの作で、穴が開くほど、見つめて研究しまして、足りないパーツを自分で作りながら、今回ご本人にお見せすることができて非常に嬉しかったです。はい、続きましてですね、アーリーチョップ賞ですね。サウルさん、アトミックボームオリジナルバイクです。かっこいいね、オリジナルバイクの作品なんですけども、僕自身バイクが大好きで、自分もいつかね、バイクのプラモデル作りたいな、オリジナルのバイクのプラモデル作りたいなっていうのがまさに具現化してる作品でした。バイクの模型は作るととても楽しい、皆さんもバイク模型、興味を持って作っていただけたら私も嬉しいなと思います。はい、では続きましてブー熊谷賞ですね。
ソルさん、サンダーバード2号です。大きいことはいいことだなんで、俺の場合山田さんともお話したんですけど、サンダーバードってリアルに作りすぎちゃいけない。ある程度おもちゃ感を残して、それがサンダーバードとしてはリアルなんだよねっていう話をしてて、それを本当にね見事にね具現化されてて、私が目指しているのは見た人がこうワクワクするものを作りたいと、それが少しでも好きな刺さればよかったなと思います。どうもありがとうございました。続きまして金子翔ですね。熊五郎さん、ティアーズ・オブ・タイム。本当に彼の作品はこう映画の一シーンを切り取ったみたいなで、ジャンクヤードのガラクタも僕は金属の薄い板を細切りにしたものを使ってんだと思ったらバラしちゃっているから、パッキングに使う紙の細切りのもしゃもしゃしたのあるじゃないですか、あれなんですってでもそんな紙には全然見えないというか、本当に金属だなっていうふうに思えていたんで、びっくりしました。でしかも、まだ彼は、今おいくつなんでしたっけ、25で、生まれて初めて作ったジオラマだそうですなんで一発屋にならないようにねっていう例言っといてもジオラマ、初めてで、すごい本当に経験が足りない部分を、なんとかこう人を引きつけられる作品にするために、頭を回して、演出を練り上げてきた回があったかなというふうに思います。続きまして山田拓司賞黒柳さん先生です。おめでとうございます。僕にとっては思い入れの深いナゴモなんですけど、最後に賞をいただけて感激しております。コナンとナウシカと、僕個人的にはどっちに山拓賞って形で難しいんですけども、一般投票でバラクーダ号多いので、でもメーベの作品も下の腐海と巨神兵の朽ちた巨神兵がすごくバランスよく、宮崎さんも独特のタッチでそれをこう立体物として落とし込んで表現するのってやっぱセンスいると思うんですけど、すごいらしくて、そこら辺のね塩梅がすごく良かった。で、漢字でバラクーダ6号の方は登場人物勢ぞろいでね、誰もが納得する名場面だと思います。作り込んでて非常に素晴らしいと思いました。最後の山拓賞でございます。さていよいよじゃあ本賞の発表です。第6位ですね、部長さんです。春巡、おめでとうございます。ナゴも2回目から参加させていただいてますが、そのファイナルで賞をいただくことになりました。本当に感無量でございます。私の名古屋におけるモデラー生活はナゴモと共に会いましたので、本当にありがとうございました。続きまして第5位、佐藤さん、ケンパーです。おめでとうございます。じゃあ一言。ナゴモファイナル、賞をいただけて嬉しいです。ケンパーは前他の賞に出るつもりで来たんですけど、ここで賞をいただけて勝負したかなと。ありがとうございました。続きまして第4位です。アトケイさんです。2318。
最後のナゴモのコンテストで賞をいただけて本当に嬉しいです。今回参加させていただいた作品は5年前に同じネタで作ったものを作り直したもので参加しました。ありがとうございます。それではいよいよあれですね、銅賞ですね。銅賞ジナミさんバストールですね。おめでとうございます。はい、続きまして銀賞ですね。オペさん、アイアムグルートです。おめでとうございます。自分もナゴもずっと参加させて、いただきまして、ファイナルの場でも賞をいただけて本当に嬉しく思います。グルートは、ですね、今回単品とかテーマだったんで、木の風合いとかいかに頑張れるかなってチャレンジしてみたんですけど、昨日までこれで終わっていいのかどうかずっと悩んだまま持ってきた次第ですけど、こうやって、皆さんに見ていただけて嬉しかったです。はい、じゃあ続きましてノンジャンルの優勝ですね。青山さん、犬山城です。ありがとうございます。ありがとうございます。犬山城を選んだのは地元の愛知県の現存天守で、一番最古古いものっていうことで馴染みがあるかなと思って、ちょっと地味かなとは思ったんですけれども、見てもらえたらなと思って作りました。木の生え方とかね、下の方の小舟の演出とかね、今の姿ではなくて戦国時代の小牧長久手の戦い当時のやつを考察しながら作ってるっていう、そういう部分をご覧になっていただけると面白いと思います。秀吉はここに一応いるんですけど、小牧山城っていうところを見ているんですけど、肉眼で見えるんですよ。ちょんってなんかこう気にして見てるような、そんな雰囲気がする場所ではないです。はい、じゃあ続きましてテーマ部門賞ですね。中田さん、ドブですね。おめでとうございます。中田さん。おめでとうございます。呼ばれると思ってなかったので、廊下でずっとぼーっとしてました。ありがとうございました。単品なんだけど単品じゃないっていう、なんかこう空中でこう吹っ飛んで、っていう瞬間を再現してるっていう。右手が吹っ飛んでるんだけど、こう左手を上げてるのが最後のなんかこう希望というか、なんか戦い切ったぞみたいな、なんかそういう断末魔的な、なんかそういうイメージが単品の中でもやっぱりそういうところまできっちり、表現できるんだなっていうのをなんかすごいなと思いました。ということで本当におめでとうございます。はい、それでは残すは大賞ですね。エントリーナンバー1番部長さんです。バイストロイル物語。おめでとうございます。でも嬉しいですね。オーラバトラーが大好きなので、スタートはスーパーデフォルメの SD モデリングにおけるメインの軸はスーパーデフォルメなんです。で、こういうジオラマとかこういう表現をするようになったのもこのナゴモに参加して、その中で皆さんの作品を見たり教えてもらったりして、このダンバインの世界を構築しているそのバイストンウェルの世界、イメージを統一して3個連作で作ったというのもあります。最初にこのカブトムシのフェラリュが乗ってる、これを一番最初に作りまして、もう大昔に出てる本でオーラファンタズムっていう本があるんですけど、裏表紙デザインがそれをイメージして手元にある材料で作ったという。で、これを作ってから2つ、マックスファクトリーのサーバインを中心として1つ、それから自分の本当のイメージで、なんとなくフェラリオとこのキノコみたいなこういうバイスメル独特のイメージが出るような形でもう1個。コンセプト的にはこのガーゴイルの、魔法陣みたいなやつで呼び出されてきてるシーンっていうことで繋いでる。これイメージを合わせていくとか表現を合わせていく間っていうのが、
作品以上とは言いませんけど、作品並みにやっぱ考えるべき話だなと思いますね。なんか一回こういうの作ってみたかったんで。これいいよ、すごいいい。おめでとうございました。キャンディーズが普通の女の子になりたいっていうさよならコンサートみたいな、もうとにかくモデラーに戻って自分の好きなことができるっていうことですね。でもほっとしながらもなんか寂しいっていうかね、名残惜しいようなね。ナボもファイナル、皆さんお越しいただいて本当にありがとうございます。なんか結構ね、みんないろんな方もね、プロになったり、本出してみたり、そういう人も出てきて、本当にそういうこともすごく嬉しかったです。で、僕とタカさんだけ本出てないんです。本当だ。これはいかんです。出てない。本当に幸せ者でした、私たちは。本当に11年間ありがとうございました。続きは空かかるもやに紛れて消えてく左朝日が照らすまだ切り取る景色が違って見えて変わらない朝を演じて隠しきれない昨日のじわり痛む傷は風にくるませて終わりましたね。終わっちゃったな。もう一回やろう。ゆらりふらり風に